ちょっと簡単に分けると下に青いところ、左側の青い部分がアーティストで、右側がエンジニアが、の役割ですね。作曲したり、演奏したりアレンジをしたりっていうのが、アーティストの中で、プレイヤーであったり作曲者であったりっていうことですけど、それとは一緒に作ってるんですけど、レコーディングのエンジニアがいて、ミックスをしたり、最終的にマスタリングをしたりっていう、ところをそのアーティストとエンジニアが一緒になって作るわけですね。左側から作曲、アレンジ、ミックス、静音、実装と分けましたけど、左に行けばアーティストの仕事、右に行けばエンジニアの仕事ですね。で2ミックスの音源を制作するときに、作曲とかアレンジは、必ずとは言えませんけど、アーティストがやるでしょうと。でミックスに関してはその作品のその出来といいますか、そういったものをミックスっていうものがものすごく作品の良し悪しにも関わっていると思うんですよね。そういう意味ではなんて言ったらいいんですかね、ミキシングアーティストみたいな感じっていうのが、2ミックスっていうのはもう歴史が長いので、2つスピーカーがあって、その2つの中にどういう、楽器とかの配分をするか、レイアウトをするか、リバーブで奥行きをつけたりですとか、そういったものをのところのノウハウっていうのがものすごくあるので、例えばアーティストが曲を書いてアレンジしてこれでって言ったら、そこからエンジニアの人が全部組み立てることができるぐらいになってるわけです。なので、ミックスの左側のところにその境目が来るっていう意味ですね。割とはっきりと境目を作ってます。でじゃあその立体音響はどうなのかと、サウンドインスタレーションであったり、そういったところをやろうとする場合、ほぼほぼそのアーティストの人がほとんど作ってる部分っていうのが多いです。だからもう極端なことを言うと、作曲をしてアレンジしてミックスもして、マスタリング的なというか、このインスタレーションの場合でしたら、その場でどう聞こえるかっていうのをきちっと静音するところまでやって、で実装の部分でちょっと手を借りるかなぐらいの極端なケースで言ったらこういう場合もある、こういう場合が多いんですね。でこれって要するにもうちょっとエンジニアのところのノウハウが上がって、そのミックスのところにどんどん絡んでこれる、いろんなエンジニアが絡んでこれるようにならないと、やっぱり裾野っていうか、広がっていかないっていうのがあります。なので立体音響はできればこうなってほしいっていうのがこれです。で2ミックスよりもなんとなくこうぼやっとさせているのは、これには意味があって、2本のスピーカーでその中に音の定義を作っているのと違って、マルチチャンネルでスピーカーが4つになります。 8本になります。で22.2 チャンネルだったら22本プラス2あるわけですけど、そこの中で立体音場を作る、どういう空間にするかっていうのは、とても今までの2ミックスの空間生成っていうもの以上に作品に影響がとても高いっていうことで、そこをやっぱりアーティストが簡単に音を左前から右の後ろに移動させるにしたとしても、それを直線的に移動させるのか、カーブを描くのか揺らすのかっていうところの考え方、表現の仕方っていうのは、果たしてそれはミキシングエンジニアがアーティストとなって全部決めていいのかという部分もありますので、よりこのコミュニケーションをよくとって作る必要があるんじゃないかなと、でこういう感じが理想的かなと僕は思っています。